先日アーカディア公立公園でのハイク&キャンプトリックから企画。今回は僕らが今回使用したキャンプギアを主に紹介していきたいと思います。あまり活躍の場がなかったギアに関しても合わせてお送りしたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。さて、装備に関しては主に4つのカテゴリーに分けてパッキングしました。パーソナルギア、キャンピングギア、ラグジュアリーギア、エキストラギア。4つのカテゴリーに分けた理由は、僕らの中で快適性と重量の程よいバランスを再認識することに加え、実際に国外にギアを運ぶシミュレーションを兼ねています。ではまず基本となる装備、パーソナルギアから。こちらは実際に機内に持ち込み可能な範囲で収めています。イーグルクリークのパックイットスペクタークリーンダーティーハーフキューブにダウンタフのソックスやアイベックスのシャツ、ボートショーツ、トレッキングパンツなど5日分の着替えを収納。パタゴニア R2 ジャケットはフィールドだけでなく肌寒い機内でも活躍します。ヘッドランプはかれこれ7年以上使用しているブラックダイヤモンドリボルト。妻も同じくブラックダイヤモンド社のギズモです。レインジャケットはモンベル、トレントフライヤージャケットやストームクルーザーパンツ、サンダーパスジャケットをそれぞれパッキング。サンダルにはチャコ Z1 と Z2。やや重量がありますがフィット感に優れ、長時間のドライブから簡単なハイクまで活躍してくれます。C2 サミットとコクーンの速乾性タオルをそれぞれ。ナルケンボトル1リッターのような耐熱性のシングルウォールボトルは湯たんぽを作れるため、思わぬ気温低下への対策になります。モバイルバッテリーや各ケーブル類、これらとともに常備薬、ネックピロー、スマートフォンや財布などをアークテリクスブライト32にパッキング。総重量は約 6.8kg と十分機内持ち込み可能な範囲に収まっています。続いてはキャンピングギア。ここからは少し詳しくギアを紹介していきます。今回使用したテントはヒルバーグ2ヤック。テントのアウターにフレームを通すため、インナーを濡らさずにスピーディーな設営が可能なこのテント。今回は事前に雨天だと把握していたため、2ヤックには自作のタイベック製のグランドシートを事前に装着してからパッキングしていきました。そして今回のために新たに導入したブラックダイヤモンドメガライト。本体重量はわずか 723g のコンパクトなこのワンポールシェルターは、長年多くの遠征や冒険を支えてきた名品です。多くの雨天に見舞われた今回のキャンプでしたが、ベーステントとしてしっかり役割を果たしてくれ、快適な空間をわずかな重量で提供してくれました。さて、スリーピングバッグにはモンベルのダウンハガー800、シャープ3番右ジップ左ジップ、パッドも同じくモンベルの UL コンフォートシステムパッド180でそれぞれ連結して使用しました。ストレッチ性の高いこのダウンハガーシリーズは日本国内では定番の寝袋といっても過言ではなく、アメリカバックパッカーマガジンエディタースチョイス賞も獲得しています。特にこのシャープ3番は3シーズン使用しやすい温度域に加え、収納サイズも小さく、給湯の多い日本の山々では多くの方が愛用しています。クッカーには C2 サミットのアルファポット 1.2 にストーブやカトラリー2人分をスタッキング。こちらの詳しいスタッキング方法は僕の過去の動画で紹介していますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ポットに関しては以前ハンドルのロックボタンがやや硬いと紹介したのですが、使用しているうちに片手でロックできるようになりました。オーザークトレイルのミディアムデューティータープは4ドル以下と安価で使いやすく、今回はメガライトのグランドシートとして活躍。最後にポイズンリムーバーやダクトテープ、ペツル、アンジュ S など合わせて全てのアイテムをベースキャンプダッフル S サイズにパッキングします。これらキャンピングギアの総重量はダッフルバッグと合わせて 8093g。 2人分の装備と考えればまずまずの重量ではないでしょうか。次はラグジュアリーギア。これらがあるとぐっと快適になりキャンプらしくなります。もちろん可能な限り海外へ運べそうなコンパクトな製品を手持ちのギアでセレクトしてみました。テーブルチェアにはヘリノックスホームシリーズのチェアホームと外フィールドホッパー。チェアホームはメガライトと組み合わせた場合、頭がギリギリ当たらない高さになります。ランタンにはスノーピークの種ほおずきを使用しました。ヘッドランプでも代用可能ですが、やはりグループに一つあると便利。折りたたみ可能なシアトルスポーツソフトクーラー19クォート。19クォートは約18リッター。重量と容量に対して保冷力も高く、
条件が良かったこともありますが、3日目の朝にまだ氷が残っていたことには驚きました。簡易的なバケツや防水バッグとしても代用可能なため、意外なシチュエーションで役に立つこともしばしば。今回はこのクーラーがあったおかげで地元のシーフードを堪能でき、テント内に閉じ込められた生活を華やかにしてくれました。予備パッドとしてサーマレスと Z ライトソルレギュラー、寒がりな妻のためコンフォートパッドを180の下に敷いて使用。最高の目覚めを迎えるためのフォーレックスインコーヒングラインダーに GSI ウルトラライトジャバドリッパー、モンベルチタンカップ600、そして自作のメジャースプーン。パタゴニアブラックホールキューブ L はガス管や虫除けスプレー、キッチンタオルやゴミ袋など細かいものの収納に便利。ただしガス管類は機内持ち込みできませんのでご注意ください。その他にはシールラインのバハバッグやキャラバンの折りたたみ傘、予備のスポーク、小型のシャベル。可能な限りミステリーランチキューブマスターダッフルに収納し、測定した重量は 6328g でした。最後のカテゴリーエキストラギアは出発前にスペースの余裕があったため追加したギアです。快適な眠りを約束してくれるヘリノックスのコットとコットレッグ。今回はメガライト内でベンチとしての使用を想定しパッキングしてきました。単体での寝心地は最高で、耐荷重も 145kg と安心感があります。MSR リアクターは約10年以上前に設計されたにもかかわらず、現在でもトップレベルの沸騰スピードと燃焼効率、耐風性を誇る名品です。料理には向かないという欠点もありますが、朝のコーヒーにはもちろん、今回はこのポットの大きさを生かし、メイン州の特産品でもあるロブスターをボイルするのに使用してみました。 GSI とスノーピークのプレート、しっかりとしたお皿に盛り付けると食事を華やかにしてくれます。コールマンのピクニックシートはクッション性もあり、地熱も遮断してくれるため快適性が増します。そしてキャンドルのようなガスランタン、スノーピークノクターンとクリーンカンティーンワイドインスレートボトル12オンス。暗闇に揺らぐ小さな炎はゆったりとした時間を演出してくれます。僕の使用しているモデルは2017年のモデルで、ナスカの地上絵が描かれている特別仕様。ガスの消費も少なく1時間でわずか 7g と経済的です。これらエキストラギアの総重量は 4506g、 そして4つのカテゴリーを合わせた総重量は 25,760g で約 26kg でした。この重量をどう捉えるかはキャンプのスタイル次第ですが、数字だけ見ると個人的にはまだまだ軽量化が足りないなと感じました。皆さんはどう感じたでしょうか。さて、これら4つ全てのカテゴリーの紹介が終わったところで、くしくも使用機会のなかったギアの紹介や反省点をお話ししていきます。出番がなかったギアの1つ目はこの折りたたみシャベル。今回は国立公園内のキャンプサイトだったため、水はきが良く水路を掘る必要がありませんでした。少し違った意味合いになりますが、ポイズンリムーバーは使用せずに済みました。できれば今後も使用したくはないギアの一つですが、お守りとして携帯していくと思います。スノーピークノクターン、今回何度か使用したのですが、少々いまいちでした。というのも、6月のメイン州では9時近くまで日が落ちないため、あまりランタンを囲ってのんびりする時間がなかったことが主な要因。僕らの就寝時間のサイクルや時期が合えば、その雰囲気を十分発揮できたかもしれません。ヘリノックスのコットはレッグを装備しない状態で背の低いベンチとして使用し、メガライト内の空間を有効活用しようと思ったのですが、今回は連日の雨天。使用したいタイミングでいつも大雨に見舞われてしまい、メガライトの下で濡らさずに組み立てることが難しく、今回は使用することができませんでした。また、重量を優先したい場合、木製のベンチとテーブルが各キャンプサイトごとに1つずつ設営されていたため、この上にタープとバグネットを設営するスタイルで装備を構築すれば、チェアやテーブル、メガライト、グランドシート分の重量を節約することもできたと思います。もちろんこれらのギアは一つ一つ素晴らしい個性のあるギアたち。決して使えないギアではなく、むしろ僕がその個性を生かしたキャンプをしてあげられなかったことが今回の反省点でした。次回は全てのギアの個性が出し切れる無駄のないパッキングを目指したいです。いかがだったでしょうか。次回は妻に今回のキャンプの感想や他に必要だと感じた装備についてなどインタビューしてみましたので、その様子をお送りしたいと思います。参考になりましたらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。では次回の動画またはどこかのトレイルでお会いしましょう。